東方の妹キャラ、東方プロジェクトの妹キャラというとお調子者、活発的で元気な少女が多い傾向にあり、その反面可愛さとは裏腹に狂気的な危険性も秘めていて非常に魅力があることから、人気投票ランキングなどでも妹キャラは強いという特徴がある。そんな妹キャラは一体どんなキャラなのか、姉との関係性はいかに？皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方の妹キャラをまとめて紹介していきますよ。妹キャラというと実の妹に欲しいぐらい可愛い子たちばかりだからすごく気になるよ。ということでまずはじめに紹介するのは、プリズムリバー三姉妹の三女であるリリカプリズムリバー。次女のメルランは姉キャラとして登場させているのでリリカをピックアップしていきますよ。三姉妹の中で赤い少女が、リリカプリズムリバー。プリズムリバー楽団の三女でキーボード及びパーカッションを演奏するのです。性格はお調子者で狡猾。姉たちをけしかけては自分は戦わずに傍観して、最低限の力で最大限の利益を上げることしか考えていないという要領のいい妹です。まさに東方の妹キャラらしいな。実機との戦闘でも姉たちに任せるセリフがちらほらありますね。また昨夜に、犬肉と言っているあたりリリカの性格が物語っているよね。そのためか海江塚では四季英貴様からもっと家族を大事にするようにと説教されています。こういう少し生意気な自由人タイプの妹も可愛いんですよね。なんだかんだ見守ってあげたくなっちゃうよな。体は3人の中で一番小さいのですが、楽器はダイナミックなのですよ。持っているキーボードは某有名アーティストが使っていたものですが、音が独特すぎて売れなくなって、幻となったものを使っているようです。性格は3姉妹の中で最も人間らしい性格で話しやすいようですね。一人で単独ライブをしている時があるようですが、その時は悪巧みをしているか姉と喧嘩をしている時だそうです。海江塚では新しい音楽を探していたようだけど、それも兼ねていたのかもな。悪巧みの方のね。さらに、リリカはメンバーの中でも音楽なら一番の才能を持っているようですね。全楽器が得意で幻想の音を担当。リリカがいるからこそプリズムリバー楽団の演奏は、他とは一線を画するものになっているようですよ。へえ、リリカ天才児なんだな。それもあって生みの親に甘やかされていた結果、お調子者な性格になったのかもしれませんね。なるほど、一番下ってまた可愛く見えてしまうもんだしな。ちなみに姉たちとは違いリリカの奏でる音を聞いていても、特に体や精神に変化は起きないし、耳を塞いだら聞こえないのです。楽器演奏自体、もしくは何かの技能を習得することに関して天才的な才能があるのかもしれないですね。そして二次創作では、三姉妹の中でリリカのいらない子ネタが定番でしょう。当時海江塚の時期に昇格したばかりなのに、ウィンバンキャラの中で最下位というまさかの結果を残したためこうなったようですね。いやなんでそんなことになったんだよ。ちなみに現在もなおなぜかリリカだけは伸びない。これは同じようなポジションのコメージ小石が大きな壁となっていて、前に出れないんでしょう。なるほどな。確かに小石はリリカの上位互換って感じするよ。しかし先ほども言った通り、プリズムリバー楽団には必要不可欠な存在で優秀なキャラ。彼女がいるからプリズムリバーが成り立っているので、なんとか順位を上げてあげてください。このままだと一生成仏できなくなるぜ。それでは次に紹介する、素敵な妹キャラは秋姉妹の秋みのり子です。彼女は北条の神で静葉の妹だぜ。姉妹で幻想郷の秋を司るありがたい神様。幻想郷の秋、特に穀物や果実等の出来不出来を司る神様ですね。戦闘は得意ではないようで、ダブルスポイラーなどでは綾の練習台になっていました。おまけにスイートポテトも食べれるしね。秋になると姉に収穫物の甘い香りを自慢し、冬になると性格が暗くなります。髪は、前にカールしたボブの金髪。瞳は赤目となっていて姉の静葉とは瞳の色が違っていますよ。秋姉妹は紅葉らしい色合いになっていてすごくいいデザインだよね。本当にそうで、歩く紅葉といったところですよ。また帽子は赤色のつばが広い帽子となっていて、東方ならではのデザインがまたいいポイントです。前面には立体的なブドウの飾りをつけていて、みのり子がおしゃれさんだということがよくわかりますね。ブドウつけてるの可愛い。また服や靴下を履いていないのが特徴。東方キャラの魅力の一つである裸足となっているよな。みのり子は細身の姉とは違って体型は丸っこいですね。フルーツとか特にお芋とかばっかり食べているからかもね。そのようなふくよかな体型と、北条の神ということで二次創作ではロリッコとはいえ胸は豊かに描かれる場合が多いですよ。しかし前回の姉まとめでまさかの結果があったんだよな。つけている香水は霊夢曰く生焼き芋の香り。彼女の一番の自慢は果物や農作物の甘い香りをいつもまとっていることだそうで、ことあるごとに姉に当てつけをしているようですね。この行為は、静かな静葉に対して優越感に浸るためのものらしいですが、静葉がこれを嗅いでどう思うのか、そもそもどういう意図で行われているのか、詳細は不明。おいおい、あんな可愛らしい見た目で腹黒説悪くないか？やはり東方の妹キャラはただ可愛いで終わるわけではないってことですね。それでは次に紹介する素敵な妹は、コメージ姉妹の妹であるコメージ小石です。
小石は言わずと知れた小明治悟りの妹だぜ。姉と同じく心を読む能力を持っていましたが、能力のせいでみんなに嫌われることを知ったため、第三の目を閉じて能力を封印し、心を閉ざしてしまいました。小明治姉妹がもともと妖怪の山にという経緯か、スイカはそれについて詳しく知っていましたね。へえ、小明治姉妹ってもともと妖怪の山にいたんだ。その結果、本来の心を読む能力に代わり、新たに無意識を操る程度の能力を手に入れました。これによって誰からも気づかれずにふらふらと出かけては帰ってくるという妖怪となっていますね。さらに、姉の悟りも、閉ざされた小石の心だけは読むことができなくなったのです。あらお姉ちゃんでも心を読むことができなくなったのか。小石のことを不憫に思った姉の悟りから、小石と遊ぶための専属のペットを与えられています。そのおかげか、少しずつではあるのですが小石も以前とは変わってきたようですね。本当にいいお姉さんの悟りが小石の妹でよかったよ。姉の悟りの教育が良かったのか、セリフからはモラル的な発言も見られますね。また小石は、お姉ちゃんが何々と言っていたということが多く、姉を通して世の中を知っていることがわかります。まあ、悟り妖怪は周りから嫌われやすいから自然とそうなるのか。こういった熱い姉妹関係から二人のことを好きになった人は多いでしょう。また姉との違いとしてはじとめの姉とは逆にスッキリした笑顔で描かれる場合が多く、状況によって爽やかな笑顔から寂しげな笑顔、オリジナル笑顔まで色々な表情にされていますね。逆に笑顔以外の症状は極めて少なく敗北後でもなお珍しく笑っているという、可愛いようで実は彼女の切ない状況を表しているものとなっていますね。なるほど、小石は喜怒哀楽の楽しかない状態にあるのか。またエクストラボスで強靭で妹と共通点が多い悪魔の妹、フランドール・スカーレットとよく比較されカップリングもされますよ。そうそう、この妹カップリングはまさに可愛さの狂気だよ。同人誌ではこの二人の物語が書かれているものは当たりのものが多いですね。ダブル激化は狂気妹に右に出る者はいないよな。そんなたくさんの要素があるだけあって、非公式人気投票では第9回で14位、新規ローでプレイヤブルキャラを演じた影響からか第10回ではなんと3位に躍り出ました。そして第11回人気投票にてなんとまさかの1位を獲得、妖怪初の人気投票1位となったのです。おお、小石が1位だった時があったのか。2022年のフランが1位から見ても、やはり妹キャラの方が人気の高さが伺えますね。悟りももちろんいいですが、やっぱり小石の無邪気な可愛さとその反面いつ暴走するかわからない危険さが魅力的すぎるんですよ。間違いないな。元気があって一緒にどこか遊びに行きたくなってしまうよね。しかし小石と USJ とかに連れて行ったら間違いなく見失うでしょうね。離れないように手を握りましょう。ということで次に紹介する素敵な妹キャラはつくも姉妹の妹であるつくも八橋です。ことのつくも神で、姉は伝統楽器琵琶のつくも神ですよ。姉のベンベンとは、同時期につくも神になっただけで、実のところ血のつながりはないのです。それだけ二人の仲の良さが伺えるよな。光の鶴でかたどられたことが体を囲うようにしてついていて、それを演奏をします。勝ち気な妹タイプで今まで紹介してきたような妹とは違って、少し大人びたタイプの妹という感じがしますよね。わかる。少しお姉さん感ある妹ですごく魅力的だよ。また一人で人間と戦って倒すのが夢だった、と語る好戦的な性格でもあります。いや夢が密かなみにおっかなすぎだろ。このように東方キャラの妹キャラの傾向にあるルナティック的な部分もありますが、可愛い部分もあり、敗北時にワオや、ワッホイといった個性的なやられ声を出しますよ。やられた時にワッホイ花ぞすぎる。八橋はキャラクター選択で、容器を使用するを戦略部途中ボスとして登場し、容器を使用しないを選ぶとステージボスとして登場しますよ。主人公たちが異変を解決した後八橋は、自分と姉の下克上への意志が、うちでの小槌の影響で芽生えたことを知りました。だからあんな狂気的な夢を持っていたのね。また EX ステージでは姉のベンベンと一緒に中ボスとして登場していますね。姉妹揃ってなかなか凶悪な言葉を掛け合っているけど、一緒に道中に来るぐらいだからやはり仲がいいようだぜ。元ネタはおそらく八橋健良さん、近代総局の祖と称される江戸前期の総局へ、つくも八橋の名の由来と思われますね。死後、彼の業績を忍んでことの形を模した片焼き船便が配られたと言われ、これが京都名家八橋の始まりと言われていますよ。ああやっぱり京都の八橋と関係があったのか。二次創作では性格は原作からブレが少なく、元気な妹系となっていますね。血の繋がらないベンベンを姉さん呼びするなど、何かしら有利的な関係疑惑があることからイチャイチャ系も見られますね。美脚姉妹のユリとか噛みすぎてやばいな。そうなんですよ。足フェチにとっては最高すぎる姉妹ですね。しかも音楽を弾いているだけあって指もセクシー。どっちも素晴らしいですが、やはり私はベンベンの手にベンベンされたいですね。八橋の手によって八つ咲きにされてください。さて次に紹介する素敵な妹キャラは、よりがみ姉妹の妹であるよりがみジョーンです。出ました人気投票不遇キャラの一人。そのことについても後で解説します。よりがみジョーンはよりがみシオンの双子の妹です。
その正体はなく子も黙る疫病神であり、憑依花で起きた完全憑依異変の黒幕。姉は貧乏神であり彼女たち曰くまさに最強最悪のコンビ。異変の目的は疫病神である自身が不特定多数の人に取り付いて、富を巻き上げること。今までにない非常に俗物的な目的を持って異変を起こしていますね。疫病神らしい人だよな。性格は種族と目的容姿の見た目通りといった感じで、他者を害することを何とも思っていないキャラ。初対面の相手でも容赦なく、雑魚、死んだ方が幸せなどと言っていて、実の姉にも罵倒を浴びせていますね。まあそれに関してはお互い様なんだがな。お金はなくなれば奪えばいいと豪語し、人々を金脈呼ばわり、完全憑依の罠を攻略した八雲ゆかりと白霊霊夢によって懲らしめられた後、一時的に妙蓮寺に引き取られ更生させられることになるのです。妙蓮寺の姉子疫病神も引き受けるのかよ。さすがとしか言いようがないぐらいの包容力ですよね。その甲斐もあって彼女も少しは成長したようです。そして東方強欲異分にて姉妹で登場。石油の紛失騒ぎをいいことに石油を担保にお金を借りまくって旧地獄の温泉街でシオンと合流していました。ついでに自分のことを疫病神改め石油王と名乗り、衣装も石油王を彷彿とさせるアラビアンな格好になっていますね。あの名曲の今宵は良一なエゴイストもアラビアン風になっていたよな。石油のおかげで裕福になったため、ジョンは疫病神改め石油王、シオンも貧乏神改め富豪神を自称していて、ラスボスである東鉄と同等かそれ以上に今作のテーマであろう強欲さを発揮していました。フランの強欲よりも上回る東鉄と同じかそれ以上ってさすが最強姉妹なだけあるぜ。このように憑依花の操作担当、今までのキャラとは一線を越える見た目や性格、妙蓮寺とのつながりなどたくさん要素はあるもののなぜか順位は伸びず2021年の人気投票ランキングではまさかの80位。いや2020年は55位とかなりの高順位だったのに何が起きた？今年は東方強欲異分などもあって、12位も上がって68位とまだマシにはなりました。そして、姉にしてた地域としては、頼神ジョーンのスタンドであるはずのシオンは常に30位という大人気キャラの仲間入りを果たしました。なんでそんなことになるんだよ。また非公式の東方プロジェクト人気投票第14回では、第15位の姉のシオンに大差をつけられた第54位でデビューしていました。この傾向についてなんと制作者のズンさんが答えたことがあったのですよ。嘘でしょ、それはめっちゃ気になる。2件目から始まるラジオ AI アルコールインフィニティで話題にされた際。そりゃそうだよ。ジョンよりシオンの方が人気出るに決まってんじゃん。そりゃ、そういう風に作ってるもん。と原作者の神主は発言していて、想定内だったようです。要して人気キャラを作れるものなのか。もはやズンさんは人気になるキャラの作り方を知っているようですね。怖いわ。天才すぎて怖いわ。それかゲロウの名言でしょ。悪目立ちが妹の方に注目されがちなのもあるのか、ラスボスにしては人気があまり伸びてないキャラでもあるのでなんとか伸びてほしいところですね。見た目が派手で、ツインテールというすごく可愛いらしいけど、絵師としてはあまりにも描きにくいから二次創作で弱いんじゃない？なるほど、マリサさん素晴らしい考察です。じゃあかなこ様はどうなるって話ですがね。この不遇すぎる神様たちに施しを。ということで次に紹介する素敵な妹キャラは、綿月姉妹の妹である綿月頼姫です。同じく妹界でも屈指の不遇キャラじゃないか。東方暴月賞で登場した綿月姉妹の妹で姉が綿月豊姫。頼姫の愛称はよっちゃん。頑張れよっちゃん。種族はもちろん付き人で天真爛漫な姉に対して生真面目な性格をしていますね。玉との訓練も厳しいようで甘い豊姫の方に人気があるようだな。しかしサボっているところを見逃している部分もありある程度厳しいだけであって、本来はとても優しいお方です。暴月賞時点では、姉と共に地上と月をつなぐ者たちのリーダーになっていますよ。エイリンの元弟子で矢心エイリン曰く頭が切れて、エイリンの言うことを何でも吸収していったようです。また姉の豊姫をお姉様と呼んでいてかなり慕っていますね。エイリンとはまた甥夫婦の息子の嫁というなんとも遠い親戚関係にあります。東方界でもまさかの関係性だよな。これは元ネタの神武天皇の母親玉頼姫に由来します。そして頼姫の活躍場面といえば東方暴月賞で、ロケットで月へやってきたレイムやレミリアたちといった幻想郷でも最強クラスのキャラとスペルカードで勝負をしたこと。まあ、最後にレイムが倒してくれるだろう、と思ったらまさかの全員余裕で頼姫に倒されてしまい、伝説の頼姫無双が誕生しました。このことに衝撃を受けすぎて炎上したとか。まあ好きなキャラがボコられたらそうなるのかもね。実はズンさんがこのことについて東方外来異変のインタビューで語ったことがあり、ボロクソに言われたと語っていますね。それはかわいそうすぎる。しかし最近では好きな人が増えてきたような気がするとも言っていました。確かにもうそんなことって特にないよな。普通にレイムとか倒すキャラも出てきましたしね。実際あの漫画のアンサーはとんでもない仕掛けになっていてすごかったよ。表面的な終わりとしてはずっこけみたいな感じでしたが、裏では衝撃的な仕組みになっていますね。東方暴月賞はあまりにも重要作品だしな。もし東方暴月賞の衝撃のアンサーについて気になる方は、こちらを見てみるといいですよ。そもそも頼姫は真面目すぎる性格が災いしてしまっただけで、
行動に非はないですし、マリサの弾幕を食べるというお茶目な部分を出していたしな。あれは可愛すぎた。また本編が終了した後うどん月賞の頼姫は妹らしい抜群の可愛さを発揮。冷戦1号、2号に訓練をつけてあげたり、そしてなんと落とし穴に落ちたりもしました。あんなに強かったのにまさかの落とし穴には引っかかるのかい。しかも落ちた時はいつもの真面目な顔には見られない目を回して、なんと、キュー、という可愛らしい鳴き声も上げています。何それめっちゃ可愛いんだけど。さらには真面目なので姉の豊姫とは違い、おそらく腹八分目にしているのか冷戦とかいる中でお腹の音を鳴らしてしまい顔わかる場面も、頼姫にもそんな可愛らしいところがあったんだ。戦闘ではキリッとしていたが、普通の暮らしでは妹らしい可愛いところもあったんだな。これをきっかけに頼姫に悪い印象がなくなってほしいところです。それではラストに紹介する素敵な妹は、スカーレット姉妹の妹であるフランドール・スカーレットです。東方プロジェクトの妹代表と呼べるキャラだよな。種族はもちろん吸血鬼、レミリアの妹で少なくとも495年以上生きています。見た目としては、七色に光る特徴的な形状の翼を持ち、瞳の色は真紅、金髪ないし薄い黄色の段髪を左側を結んで、サイドテールにまとめ、その上からナイトキャップをかぶっています。ピンクの服に薄い青髪といった姉と違い、金髪など全体的に赤が強調されていますね。やっぱり吸血鬼らしく血の色でおなじみ赤色を強調しているんだろうね。紫色でも良かったのですがね。それはセイランのブルーベリーカナメック星人の血でしょ。服装も真紅を基調としていて、半袖とミニスカートを着用。先端にトランプのスペードのようなものがついた、ぐねぐねと折れ曲がった黒い棒のようなものを持っています。グリモワール・オブ・マリサで、マリサがこの黒い物体について剣と称していることや、炎を出すことからレイバテインだと思われていますね。二次創作ではキャハハハハハ壊れろ、ニコ、のようなヤンデレ系が定番ですが、原作では特にそういう描写はなくむしろ精神的には安定していますね。ケーキとか紅茶を好んでいて普通の女の子らしいよな。ちなみにフランのケーキを実際に作るという家庭科の授業もやったことがあるのでぜひ見てみてくださいね。東方強欲異分追加ストーリーでは血の池地獄では核融合炉が近いことから、太陽に似た力の影響で肌荒れのことを気にしていたりとかなり乙女。フランは普段、表に出ていないので閉じ込められているのではと考えられていたのですが、そんなことはありませんでした。東方強欲異分にて、暗い地の池地獄に訪れた時に過ごしやすいと言っていたので、やはり吸血鬼らしく地下にいることは好んでいたことがわかりますね。へえ、特にレミリアに幽閉されていたわけではなかったのね。それは安心したぜ。前回の姉の授業でも言ったように二人で花火大会に行くほどですからね。逆に姉のレミリアは活発で昼間でも普通に活動することもあり、それが普通という認識からそうなってしまったのかもしれませんね。前回二人の関係について触れたので、フランドールとレミリアはどっちか強いのかフランドール視点で考察していこうと思います。おお、それめっちゃ面白そう。フランドールはなんとついに東方強欲異分にてプレイヤブルキャラとなりました。彼女が戦う理由はただ、破壊しがたいものを破壊したいだけと、非常にシンプルかつ異変の解決は二の次な理由となっています。原作でも壊したい衝動はちゃんとあるんだな。ストーリーでも大きな乱れも破壊できなかった東鉄の存在を知らされ、嬉しそうに東鉄を破壊することを承諾していました。東鉄と戦う前にまず湧水の中での戦闘になれるため、沖縄の扉でのワープを駆使して各地で戦いを繰り広げることとなります。まずはじめに戦ったのは頼神姉妹で、その時は互角ぐらいでしたが、練習を組むうちに2回戦をすることに、その後はどうやら完膚なきまでに勝利したようで、相当な実力がわかります。また、小笠やヤマメといった小さい妖怪たちからは強すぎると称されていてその実力がよくわかりますね。やっぱり悪魔の妹は伊達ではなかったのか。その姉でもあるレミリアも実力はありますが、社名丸アヤよりスピードは劣っているとマリサに言われたり、力はスイカの方が上なことから意外とバランスタイプなのではと思われます。東方演技の本命輪の設定によるとバランスタイプは人間には強いようですね。あのチート能力の頼姫相手に腰をつかせたのはレミリアだけだったしな。しかしバランスタイプは何かに突出した妖怪相手に弱いそうなので、超強力な火力タイプのフラン相手には滅法弱いのかもですね。そして、能力が運命を操る程度の能力という未だに謎が多く、バトル向きではなさそうなところからもフランの何でも破壊する程度の能力の方が使い勝手や強さがあるでしょう。レミリアの能力が割れ次第ではどうなるかわかりませんが、またフランには魔法少女設定もあるので、魔法も使えると思われますね。レミリアには魔法少女の設定はないしな。吸血鬼の身体能力、魔法、強力な能力と三拍子揃った最強の妹フランドールの方が軍配が上がりそうです。また東方の妹キャラは姉より強いという傾向が後押ししているしね。二次創作では姉妹バトルなんかも見られるのでぜひ探してみるといいぜ。東方キャラの妹キャラは恐ろしさも持ち合わせていますが、それ以上に可愛らしさがあって素敵でしたね。それでは今回の授業はここまでにします。視聴者さんの好きな妹キャラがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。
グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。